於愛の方の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。家康に一番愛された側室。徳川家康には数多くの側室がいたが、その中で最も愛され、二代将軍秀忠の主生母となったのが於愛の方、西郷局である。於愛の方の生涯を詳しく見ていこう。於愛の方は三河の有力な国衆西郷正勝の孫娘で、父は戸塚忠治、母が正勝の娘であった。於愛の方はいとこの西郷義勝に嫁いで一男一女を設けたが、夫の義勝は1571年元亀2年に討ち死にしている。母の再婚先である服部正直のもとに身を寄せていた於愛の方だが、一説には家康が服部家に立ち寄った時に見初めたとされる。また一説には岡崎城の奥に勤めていた於愛の方を家康が見初めたとも言われている。二人が出会ったのは家康が36歳、於愛の方が18歳の頃だと言われるが、家康は於愛の方の美しさと温和な生活に惹かれたようである。1578年天正6年、家康は於愛の方を叔父の西郷清和の養女にして浜松城に連れて帰って側室にしたため、西郷局とも呼ばれた。この時期の家康は織田信長と武田勝頼を長篠の合戦で打ち破ったものの、徳川領内はまだまだ不安定で心休まることがなかった。家康の家臣で岡崎町奉行の大岡弥四郎が武田方に寝返るなど、特に長男信康が城主の岡崎で不穏な動きが続いていた。温和な於愛の方と接している時が唯一家康の心が解放される時間だったのかもしれない。於愛の方は翌年には家康の3番目の男の子となる長松、後の徳川秀忠を生んでいる。ところがそれから数ヶ月後に驚天動地の事件が勃発する。家康の正室瀬名築山殿が殺害され、長男松平信康が切腹する。この築山殿信康殺害事件は謎の部分が多く、その原因については様々な説が唱えられてきた。しかし近年では信康の家臣が武田方に内通したために家康が信康に責任を取らせたという説が支持されている。そして築山殿については信康の除名嘆願のために自害したのではないかと言われている。それはともかく、於愛の方は翌年1580年天正8年には四男の福松丸、後の松平忠義を生んでいる。正室と長男を同時に失った家康がその悲しみを紛らわすために於愛の方のもとに頻繁に帰ったことが伺えるのである。家康には側室のお万の方との間に荻丸という次男がいたが、家康はなぜかこの子を長く自分の子だとは認定しなかった。お万の方の出自が卑しかったからだと言われるが、真相は謎のままである。ギギという魚に顔が似ているので、家康は荻丸と名付けたと言われるが、荻丸は豊臣秀吉の養子という名の人質に出されている。そして荻丸は結城秀康と名乗って越前松平家の祖となったが創生している。長男が死去し次男が他家に出されたために、三男である於愛の方の子秀忠が
家康の後継者となる。しかし於愛の方は決して偉ぶることもなく、大変温和で優しく、家康だけでなく家臣や侍女たちからも親しまれた。また於愛の方は大変な金眼であったために、家康からは蔵見姫という愛称を付けられていた。遠くを目を細めながら見る於愛の方を家康がからかって蔵見姫というあだ名で呼んでも、於愛の方は笑って対応していたという。また自分が近眼だったことから、視覚障害を持つ女性を保護して衣服や飲食を積極的に恵んでいる。於愛の方は駿府城で子供たちと幸せな日々を過ごした。ところがそんな周囲の人たちから慕われた於愛の方だが、1589年天正17年に28歳の若さで病死する。家康は一番愛した於愛の方を亡くして大変悲しんだ。また視覚障害を持った多くの女性たちが於愛の方の死去に涙を流したという。まだこの時秀忠はわずか10歳で、於愛の方は我が子秀忠が徳川幕府の第2代将軍になる晴れ姿を見ることもなくこの世を去った。於愛の方の実家の西郷家は叔父清和の長男が後を継いで五千石の旗本となっている。家康は駿府城下に於愛の方の菩提寺を設けて弔っている。また秀忠が将軍に就任すると、於愛の方には11位という高い官位も与えられている。於愛の方の一生は決して長くはなかったが、家康に愛されて幸せな生涯だったと言えるだろう。